皆さんこんにちは。レジン大好き、こうやみです。今日はダイソーで新発売のシリコンソフトモールドスクエアの使い方を3つご紹介します。今回ご紹介する100円ショップの資材と組み合わせるだけで作品の幅がぐっと広がります。ぜひ最後までご覧ください。それでは作品の幅が広がるダイソー新商品シリコンモールドスクエア始まります。こちらがダイソー新商品シリコンソフトモールドスクエアになります。こちら完成後のサイズが載っていないので計測していきます。まずはこちらの一番大きなスクエアから一辺が 2.5 センチの正方形になります。続いて2番目に大きなスクエアは一辺が2センチの正方形になります。どんどん測っていきましょう。 1.5 センチ 1.2 センチ 0.8 センチ 1.4 センチ 1.1 センチ 0.8 センチ。目測にはなりますが参考にしてください。それではダイソー新商品シリコンソフトモールドスクエアの使い方1つ目。こちらのモールドに透明のレジン液を入れます。レジンライトで固めていきます。固めることができたらダイソーのジェルネイルオーロラを塗ります。ダイソーのジェルネイルオーロラはしっかりと発色するので透明のレジンにのせるのがおすすめです。レジンライトで固めていきます。固めることができたらもう一度透明のレジン液をのせてこちらダイソーの引き物パーツスクエアを封入していきます。こちらの引き物パーツは表と裏があります。作りたい作品によって表裏を使い分けてください。今回はキラキラと輝くこちらの面を上向きに使います。こちらの引き物パーツは大きいサイズと小さいサイズの2種類があるのですが、この大きいサイズがなんとこちらのモールドにシンデレラフィットします。レジンライトで固めていきます。固めることができたら透明のレジン液を重ねてお好きなパーツを封入します。レジンライトで固めていきます。固めることができたらモールドからレジンを取り外します。ダイソー新商品シリコンモールドスクエアの1つ目の使い方。引き物パーツと組み合わせて縁をメタリックに仕上げました。ダイソー新商品シリコンモールドスクエアの使い方2つ目。次はこちらの型を使います。まずは透明のレジン液を入れてレジンライトで固めていきます。固めることができたらダ
ダイソーのジェルネイルホワイトで表面を塗ります。レジンライトで固めていきます。何度かジェルネイルを重ねて透け感をなくします。多少ムラが残っても大丈夫なので、透け感をなくすことができたら、お好きな柄のマスキングテープを用意します。使いたい絵柄の上にマスキングテープを直角に貼り付けます。そしたらこのマスキングテープのこの線に沿ってハサミを入れます。シールを剥がすと真四角にカットすることができました。まずは透明のレジン液を入れて、カットしたマスキングテープを封入します。レジンライトで固めていきます。固めることができたらもう一度レジンを重ねます。固めていきます。固めることができたら高加熱が冷めてからモールドから取り出します。シリコーンモールドスクエアの使い方2つ目。レジンの中にマスキングテープを埋め込みました。直線のない型なのでとっても簡単に埋め込むことができます。シリコーンモールドスクエアの使い方3つ目。こちらの型を使います。まず透明のレジン液を少量モールドに入れます。こちらのシールを封入していきます。まずそこに1枚シールを埋め込みました。そしたら今度は側面にもシールを貼り付けていきます。シールを貼り付けることができたらレジンライトで固めていきます。固めることができたらレジン液を入れてレジンライトで固めていきます。縁がいっぱいになるまで同じ作業を繰り返します。レジン液を入れてシールを封入します。レジンライトで固めていきます。固めることができたらモールドからレジンを取り外します。シリコーンモールドスクエアの
3つ目の使い方。四角のシールを全面に貼り付けました。こちらの四角いシールは今回封入した立体的なスクエア型だけではなくて、こちらの型に使うこともできるのですが、一つだけ注意点がありまして、もしこちらの型で作るときは不透明なシールを入れることはできません。今回のように透明感のあるシールでなければ効果不良を起こすので気をつけてください。面白い。今回はスクエア型のシリコンモールドの3つの使い方をご紹介してきました。1つ目はダイソーから販売している引き物パーツスクエアを封入する方法。2つ目はマスキングテープを封入する方法。そして最後3つ目は正方形のシールを6枚埋め込みました。今まで100円ショップでスクエア型のシリコンモールドを手に入れることはできましたが、プラスして立体的な四角を作ることもできるようになりました。スクエア型のシリコンモールドと今回ご紹介した100円ショップでも手に入る資材を組み合わせると作品の幅がぐっと広がるので、ぜひチャレンジしてみてください。